こんにちは、インド一人旅中のみゆです。今はタージマハルがある町アーグラっていうところにいて、今日はこのアーグラを観光していきます。今夜明け前の6時くらいなんですけど、今早速タージマハルを見に行っているところです。タージマハルが結構日の入りの時にすごい綺麗みたいで、あとは日中だと結構人がたくさんいて、なんかめっちゃごちゃごちゃしてるみたいなんで、門が開く日の入りの30分前に行くのがいいみたいなんで、今夜明け前なんですけど、この時間にホテルから20分くらい歩いて向かってます。タージマハルに到着しました。と言ってもさっきから写真とか撮ったりしてて、もう1時間ぐらい実は経ってますなんか写真撮ろうとしたらなんかいろんな人に声かけられるんですけど、ツアーガイドとかなんか政府のとか言ってる人はとりあえず全部無視して、カメラマンで1枚50ルピーだよって言ってすごい綺麗な写真を見せてきた人がいたので、もうなんかその人に撮ってもらおうかなと思って撮ってもらったら、18枚で1枚50ルピーなんで、あと2枚撮って1000ルピーでどうって言ってきて、ちょっと1000はちょっと高いなと思って1枚50って言ってたから、なんか4枚とか取って200とか、なんだろう1枚ずつ買えるのかなって思ってたんですけど、1枚とかはダメって言われて、全部かなしかって言われて、じゃあ全部で500でどうって交渉してきたんで、もういいかと思ってさっき500渡して何枚か写真もらってきました。タージマハルにすごいたくさんフォトスポッ
トがあるんで、なんか写真撮る場所にはあんま困らないかなって思うんですけど、なんか水辺のリフレクションしてるところとか、ど真ん中でやっぱ撮れるところは結構人気で、カメラマンというか、現地の人になんかみんなにどけどけみたいな感じで言ってもらわないとなかなか写真は撮れない場所もあるんで、多分そういうところで撮ってみたい人とかはいいんじゃないかなって思いました。で、入場料はここで払うこともオンラインで買っとくこともできて、宿の人にオンラインで買うといいよって教えてもらったんで、私は宿にいるうちにオンラインで買ってたんですけど、入場料がまず1100ルピーで、あとこの建物の中にあるのに200ルピーかかるので、全部で1300ルピーなんですけど、オンラインで買うとそこから50ルピーマイナスしてくれるみたいです。さっき現地購入あと結構長い列が並んでたんで、オンラインの方がいいかなって思います。で、その現地購入のチケットの横のところに、この中に入る時の靴袋とこの 500ml のペットボトルをもらう場所があって、そこでもらってきました。で、やっとこの中に入っていこうと思うんですけど、そもそもタジマハルってなんやねんって話なんですけど、タジマハルはシャージャハンっていう昔の皇帝が愛妻家で、その妻のお墓をこんな大きいの建てたみたいです。で、実はその後ろになんかブラックタージだったかなっていう自分用の大きめのお墓も建てようとしたみたいなんですけど、それがちゃんと建つ前に息子に幽閉されてちょっとお金使いすぎだよって感じかな、別のところになくなって、そのブラックタージ自分用のお墓は建たなかったみたいです。はい、ということで、そんなお墓のタジマハル、めっちゃ綺麗なタジマハルに入ってきます。はい、真ん中のエリアの中から出てきました。で、中は撮影禁止だったんですけど、どんな感じだったかというと真ん中に棺桶があって、その周りをなんか柵が囲ってるんですけど、棺桶も柵も全部この柄、多分全部大理石なのかなにこの柄で囲ってましたで、その中周りにまたなんかちっちゃい部屋みたいなのもあって、そこ回って、そこはなんかどこになんか置いてるわけじゃないんですけど、そこをなんか順路みたいになって回って出てきたっていう感じです。じゃあこれからまたホテルまで歩いて帰って、ちょっと休憩して、次はアゲラフォートっていうお城に行こうと思います。Like a weed. Weed.
部屋で休めたので、これからアグラフォートに向かっていきます。で、その前に今回アグラで泊まってたホテルのお部屋をちょっと紹介します。で、ベッドはこんな感じ、キングサイズらしいです。で、こんな感じでお水くれて、あとコーヒーとか、インドのホテル多分ティーバッグがこのまんまなんですよね。ちょっと怖いから使わなかったんですけど、スプーンがちゃんと袋に入って、コップとかあります。で、エアコンとクーラーついてたんですけど、なんかつけたらクーラーでめっちゃ涼しくって、ちょっと今は冬で寒いので、言ったらこの暖房をもらいました。で、ここに姿見があって、シャワー室こんな感じですね。ただこのシャワーがさっき使おうと思ったらお湯が出なくって諦めました。一応シャンプーとかシャワージェルとかはここにありました。まあ綺麗っちゃ綺麗ですね。はい、ということで、ここはこれからチェックアウトして荷物を預けてから、オートリキシャをウーバーで呼んで、アグラフォートに向かっていきます。TP5653 53 Yes.
はい、アグラフォートでした。でこれがなんか赤いのでレッドフォートって呼ばれてて、ニューデリーのオールドデリー地区にあるレッドフォートにすごい似てると思います。でここのチケットもオンラインで買うことができて、ここで来てから買うと650ルピーなんですけど、オンラインで買うとなんか550ルピーとかになってて、でプラスなんかオンラインの支払い料金みたいな20ルピーくらい追加されてっていう感じでした。でジャイプールに行く鉄道の時間まで2時間ちょっとあるので、最後イティマット・ウットウラ廟っていう、ベイビータージって呼ばれてるタジマハルに使われた大理石の技術が生かされたすごい綺麗なお墓、廟なんでお墓かなまで行きます。Fast one, ma'am. OTP. 1890 What? 90 Yes. Okay, ma'am. Okay.はい、イティマット・ウッターラ廟でした。ここも現地購入だと310ルピーなんですけど、オンラインで買ったら250ルピーでした。でこれからまたトゥクトゥクに乗ってホテルに戻って、荷物ピックアップしてから、アグラフォート駅に向かってジャイプールまでの電車に乗ります。
はいホテル着いて荷物ピックアップしました。これからオートリキシャに乗ってアグラフォート駅に向かうんですけど、お昼ご飯を今まだ食べてなくて、多分今回の電車にはご飯がついてなさそうな気がするので、同じ IIRC っていうチケットを買ったアプリからなんか電車の中まで UberEats みたいにご飯持ってきてもらえるサービスがあるので、それでターリっていうご飯を頼んでみました。はい、やっとのことでジャイプールのエアビーまで到着しました。いろいろあってカメラに向かって喋るタイミングが取れなかったんですけど振り返ると、まずアグラフォート駅について他の乗客とまさかの対面の席というまあそんなことでさすがにちょっとそれだと喋れないなと思って、
でアグラフォート駅に着いた時にエグジットとエントランスっていう標識が見えたんですけど、オートリキシャの運転手さんに言われた方進んだらエグジットって書いて、でもそのまんま言われた通り進めてみたら追い返されてる人はいたんですけど、どこ行くのって聞かれてジャイプールって言ったら普通に通してもらえて、ここジャイプールとさっき言ったアグラはニューデリーと3つ並んで、外国人が最初にインドに来る時の定番のコースでゴールデントライアングルって呼ばれてて、多分だからアグラとジャイプールを行き来する外国人が多いのかなって思うんですけど、なんでジャイプール行くって言ったらみんなこっちあっちこっちあっちって全部教えてくれて、スーッと行けたし、結構その外国人の旅行客っぽい人がいるので、迷ったらジャイプール行くのって聞いて、そうだったら一緒に行ったらいいんじゃないかなって思います。でびっくりしたのが駅の中に猿がいて、めっちゃど真ん中にいたりして、あと猿ってやっぱ物取ってくるんで気をつけた方がいいと思います。あと物乞い他の駅だと日本みたいに横の方にいるだけで声をかけてこなかったんですけど、足元トントンってされて何かなって思ったら男の子が手出してて、お金ちょうだいっていうことだと思うんですけど、でも別にノーとかソーリーって言ったら普通に去ってくれたんで、そんなに困りはしなかったですけど、ちょっとびっくりしました。で今日乗ったのが、AFAII SF エクスプレスっていうやつで、今まで乗ったシャタブティってやつとバンデエクスプレスってやつは結構私の友達とかインド人に結構知れてるようないいやつで有名みたいなんですけど、今日のはそんなことではなかったみたいで、サービスの質はちょっと落ちてるかなとは思います。4時間なんで今回の鉄道の中で一番短いわけではないんですけど、全然でも一番安かったんで、値段なりのって感じですかね。でも別に悪くはないと思います。まず電車がめっちゃ長くって、予約に使ってる IIRC のエキセゴっていうアプリでいろいろ列車の位置とかその号車の中の席の場所とか見れるようになってて、で私が乗る C1 っていう号車を探してて、で C1 が D10 から D1 まであって、その隣にあるってこのアプリでは言ってたんで、 D198 っていう方に歩いてって、本当に端っこの方、長い列車の端っこの方まで歩いてたのに、そっちには自由席の寝台列車が一緒にくっついてて、それがあってで終わりみたいな感じで、逆でもうまたぐりの 1,2,3,4,5,6 って戻って10まで行って、その隣に実はあったっていう、さっき言った場所やんって感じだったんですけど、っていうことがあったり、あとは私の乗る座席の44番44番がウィンドウって書いてたんですけど、アプリではまさかの通路側という、全然アプリの通りじゃないなっていう感じはありました。あとはその電車のせいかは分かんないんですけど、アプリからご飯を頼んどいて電車の中に持ってきてくれるよっていうサービスをエキセゴが知ってるんですけど、あと10分くらいで電車来るからアプリ開いたらキャンセルって書いてあって、なんでやねんって感じだったんですけど、そんなもんですかねインドは。でご飯はキャンセルされちゃったんですけど、あとは他の2個の電車の中は車内食みたいなのが無料でついてて、だけど今回のはついてなかったんですね。でもただちゃんと車内で販売みたいなのがあって、なんでそれを買って食べました。そんな感じで4時間くらい電車に乗って、20分くらい遅延かな。で遅延の状況もエキシゴのアプリで見ることができて、それはちゃんと20分くらい遅延って書いてて、20分くらい遅延で着きました。で終点で降りるときはそんなあれなんですけど、途中で降りるとき、今回ジャイプール途中だったんですけど、5分しか止まる時間がなくって2分とかの時もあって、インドの電車って走ってるのに飛び乗ってるとか、そんなイメージちょっとあるかもしれないんですけど、それこそそういう状態になっちゃうんで、前の駅くらい列ができてました。はい、そんなこんなで今日はアグラをいろいろ回った後、ジャイプールに着きました。このお部屋もピンクですごい可愛い感じなんですけど、ここはピンクシティって呼ばれてて、明日ちょっといろいろ観光するのがすごく楽しみな街並みをしてましたので、明日ちゃんと観光するために今日も早めに寝ます。ということで今日の動画はこの辺で以上になります。楽しんでいただけた方、参考になった方、よろしければコメントエリで教えていただけるととっても嬉しいです。また明日のジャイプールの観光とか、首都のデリーの観光、あとはこのインド、ここまで安全に過ごしてきてるので、安全に旅するため何を準備したとか、どういうマインドセット終わったらいいとか、そういう話もまためようかなって思ってるので、よかったらその辺の動画も見てみてください。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。